はい、こんにちは、梅野です。本日はちょっと小ぶりなひまわりを撮っていきたいと思います。はい、今年はこの雑草のお手入れが間に合わなかったみたいで、雑草にひまわりが埋もれている状態で、取りにくいんですけれども、こう緑の葉っぱの前ボケとか、そういうのも活かしつつ撮っていきたいと思います。はい、1枚目はここのひまわりを取っていきたいと思います。手前にこの緑の雑草がありますので、これを画面の右下のところに前ボケとして入れて、で画面の左上にひまわりを配置して取っていきます。で下から煽って取ってあげることで、ひまわりの背景にちょっと青空を入れることができるので、緑とひまわりの黄色とひまわりの背景に青空と入りますので、そんな感じで撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。 F 値は4に設定して、ちょっと普通の花よりひまわり大きいですので、端から端までピントが合うように F 値4に絞って撮っていきます。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の右側、特に右下の方ですけどもは、葉っぱの緑を前ボケとして使いました。で画面の左側の上の方にひまわりを配置して、ひまわりの背景は青空を入れて撮っています。ほんのちょっと角度変えるだけで、青空も入りましたので、写真1枚撮るときはいろんな角度から探してみてください。で角度をですね、探さずに普通に撮った場合はこんな感じの写真になりまして、で背景がやっぱりちょっと汚いかなと思います。で画面全体にこう緑が占めてますので、メリハリがない写真になりますので、今回撮ったみたいにちょっと角度を変えて、青空をほんのちょっとなんですけども、入れてあげるだけで印象が変わってくると思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。でここのひまわりは枯れずに綺麗に咲いてますので、このひまわりをメインに撮っていきます。で横構図で撮るとこの雑草が大きく入りますので、縦構図に変えて、できるだけこう下から煽るような感じで背景を青空一色にして撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は8まで、絞って設定しています。8まで絞ることでひまわりの花びら全体にピントが合うのと、軽くなりすぎませんので、ひまわりの黄色が綺麗に出るかなと思います。シャッタースピードは640分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。で白飛びを防ぐために、速攻モードはハイライト重点速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。背景はほとんど青空一色になってまして、3分割の上の台のところにひまわりを配置して撮っています。で縦構図を使ってひまわりを上側に配置したことで、ひまわりのこの高さとか茎の力強さを表現できたと思います。 F 値8まで絞ったことで、ひまわりの黄色の色味であったりとかピントの位置もしっかり合っています。でもう一つこちらがですね、背景を山と青空で2分割で撮ろうかなと思った写真なんですけれども、これはこれでと思うんですけれども、2分割にすることで下のこの雑草とかがより背景に入ってしまいまして、乱雑な感じが出てしまいますので、それやったらもう割り切ってこっちの青空をメインにした背景にした方がもっとすっきりすると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの2本の2輪のひまわりをメインに撮っていきます。今日はちょっと晴れてまして、で大きい、夏っぽい雲が出てますので、縁を絞ることで手前のひまわりと背景の青空と大きい雲を入れて撮っていきたいと思います。
はい、カメラを設定していきます。背景の雲も入れたいので F 値は13まで絞って撮っていきます。で、実際のところに向けるとシャッタースピードは200分の1秒出てますので、イソ感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。下のラインのところにひまわりのこの2輪を配置しまして、そこにピントを合わせて撮っています。で、後ろの背景の雲も撮りたかったので F 値13まで絞って撮ったんですけれども、その分手前の方の雑草とかちょっと後ろになるひまわりとかにもピントが合い気味なんですけれども、夏っぽい写真を、この花畑で撮りたかったので、こういう感じの写真になってます。で、背景の雲も右側は雲で左側が青空になっているところにひまわりを配置してますので、これがもし雲がかかっているとこっちの写真になりまして、で、雲のこの大きさっていうのは表現できるんですけれども、白い背景の中にひまわりが来てしまいますので、黄色の色が目立ちにくいので、それやったらちょっと角度を変えてあげて、で、ひまわりのところの背景は青空になる位置を探して撮るとこんな感じで色が目立ちやすいですし、で、右側には雲が入ってますので、雲の入れたかったこの狙いっていうのも、叶えてあげるような感じになると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、ご覧の通り雑草とひまわりの高さがほぼ一緒ぐらいになってますので、かなり撮りにくい状況なんですけれども、ひまわり畑の手前の方にひときわこの背の低いひまわりがありましたので、これをよいしょハイアングルから撮りつつ、上が多分明るくなって、で、下の方は若干暗くなると思いますので、ハイライト重点速攻を使うことでひまわりの黄色の花びらを綺麗に見せるような写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は4に設定して、ひまわりの花びらにはしっかりピントが合うようにして、背景はボケるような設定にしました。シャッタースピードは400分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で、露出プラマイ0のハイライト重点速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。F 値4に設定したことで花びらの左右どちらともピントが合った写真となりました。背景はボケてますので、ひまわりの花びらを浮き上がらせるような描写になったかと思います。で、速攻モードはハイライト重点速攻を使いましたので、一番光が当たってて色が明るい黄色の花びらは明るく撮れてまして、背景の草の部分は黒くなってますので、明暗差の効果でよりこの撮りたかった被写体を目立たせることができています。で、もしハイライト重点速攻を使わなかった場合の写真がこちらになります。こっちの写真やとちょっと黄色の花びらは白飛び気味になってきますし、背景との明暗差も少ないので、あんまりなんでこれを撮ったのかっていう意図が分かりにくい写真になってしまいます。なのでこういう時はハイライト重点速攻を使ってあげることで、撮りたい被写体を明確にしたりとか色をはっきりさせる効果がありますので、ぜひ狙ってみてください。はい、最後はここのひまわりが密集しているところを望遠レンズの圧縮効果を使って撮っていきたいと思います。で、ここはF 値低くすることで撮りたいひまわりの前と後ろをボケで挟んであげることで、遠近感であったりとか被写体が浮き立つ感じであったりとか奥行き感を出して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケと後ろのボケでメインのひまわりを挟みたいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードは2000分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の左上にピントを合わせたひまわりを配置して、前ボケと後ろボケで挟んだような写真になります。
相変わらずこの雑草がやっぱり邪魔でちょっと存在感を主張してくるのと、ひまわりにかぶってくるのと、ひまわりと似たところの雑草がピントが合ってしまいますので、こうボケ感を生かしにくいんですけれども、ここはいっぱい雑草が生えているので、こんな感じで仕方ないかなと思います。でこのボケ感をもし使わなかった場合の写真がこっちになりまして、こういう風に撮ってしまうとどのひまわりが、メインで撮りたかったのかがはっきりしませんし、他の雑草もかなりはっきりと写ってしまいまして、全体的に汚いというか何のために撮ったのかって写真になりますので、こういう、撮るのが難しい時はですね、F 値低くしてボケ感を生かすことで撮りたかった被写体を明確にすることができます。なので、F 値の明るいレンズをお持ちの方はちょっとこの雑草とか他のものが邪魔な時はボケを生かして撮ってみてください。はい、本日はひまわりの写真を撮りに来ておりました。ちょっと去年と違って雑草と同じ高さにひまわりが生えてましたので撮りにくい状況だったんですけれども、それも活かせるところは活かして撮ってみました。で今日は背景見てもらったら分かるように夏っぽい大きい雲が出てますので、僕はちょっと望遠レンズしか持ってこなかったので狙えないんですけども、標準レンズとか広角レンズをお持ちの方で、晴れの日に撮影する機会がありましたら、この雲と一緒にひまわりを撮ってあげることですごい夏っぽい写真になると思いますので、ぜひ撮ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。